美味しいものがありゃどこまでも飯飯旅旅 Season 6 Konkai no Mesha to Beware 小樽タレコミスペシャル発見。それでは早速 Let's get it started. 1. Restaurant Seagull 騙されたと思って一度食べてみてほしいというタレコミをいただきましてやってまいりました。小樽港のフェリーターミナル内にあるレストランシーガルさん。しばしば越冬旅の門出になるこちらのフェリーターミナルはちょいちょい利用していたのですが、深夜便のフェリーに乗ることが多いためここで食事をしたことはありませんでしたね。はい、店内に入ると大きな窓から小樽の海が一望できる素晴らしいロケーション。ふとふとに目をやると釣りを楽しんでいる方々がたくさんいらっしゃいました。わあ、鉄板あんかけ焼きそば。そうなんです。熱々グツグツ状態で登場のあんかけ焼きそば、やけど注意報発令でございます。これがなんとも麺の焦げ具合が美味しくてね、味バランスもよく、大衆の胃袋をわしづかみにする甘めのとろあんかけ、大変美味しくごちそうになりました。わあ、フェリーターミナルの食堂が美味しいなんてまさかの。はい、騙されたと思って食べた冥利に尽きるあんかけ焼きそばでした。なんか日本語が難しくなってる。美味しいタレコミありがとうございました。 2. Ringu Each Bar 小樽の市場といえば三角市場が全国的に有名ですが、駅の目の前ってこともありいつも大混雑。地元の方々にも愛される南樽市場や新南樽市場、そしてこちらの林遊市場も見逃しちゃいけませんぞ。こちらの林遊市場は車じゃなきゃなかなか寄りづらいけど、他の観光市場に比べて少しお安く買い物できるし、最近のウニ取れ具合や相場を確かめるのに便利なお買い物スポットなんです。そうなの。市場のおばちゃんたちがいろいろ教えてくれんのよね。はい、毎年深刻なウニ不足に直面している北海道でありますが、今や本当に大変な状況になってしまっているということが分かりました。はい、高級なエゾバフンウニはもはや下手をするともう店頭でお目にかかれないかもしれないレベル。この日今年初めて塩水のバフンウニが売られているのを見たのですが、なんとそのお値段驚きの8900円。しかもその日に扱っていたお店は市場内でたった1軒だけ。初物はぜひ食べたいところですが、このお値段では本当に手が出ません。日本のそして北海道の海の恵みが本当に食べられなくなる日が来てしまうのではないかと深く考えさせられる今日この頃でございます。はい。3. Bistro Koizumi 1990年創業の小樽の裏路地に佇む老舗洋食店ビストロ小泉さん。まるで昭和時代の純喫茶を思わせるようなジャズが流れるノスタルジックなお店。こちらはハヤシライス特番用にリストアップしたのよね。これを食べるために小樽に来たと言っても過言ではない的な。はい、なかなかハヤシライス推しの店っていうのは少ないですからね。北海道中のハヤシライスの美味しいやつを検索した中、評判の良かったお店の一軒。なんたってこちらはハヤシメインのお店ですから。他にもいろいろメニューはあるけど、店に入るなり今日はハヤシライスしかありませんがよろしいですかと聞かれましたので、はい、ハヤシライスを食べに来ましたと。ガチのハヤシ一本勝負。長時間煮込まれているであろう黒褐色のソースは牛肉の旨味と玉ねぎの甘さが非常にまろやか、濃厚でありながらも後味すっきりと軽やかなためいくらでも食べられてしまいそうな大人のテイストでした。やっぱ港町にハヤシライスっていうのはよくマッチするわよね。ああ、そうだね。ハヤシライスの起源には諸説ありありですが、北九州の門司港発祥説が一番好きだな。ああ、はいはい。船乗りが出港前に注文したって話ね。はい、これ門司港でレストランに入った時に壁に書いてあったんだけど、時間ないからなんか早くささっと食べれるの作ってよってやつね。そうそう、船乗りが出港前にそうリクエストしたところ、シェフが作ったハッシュドビーフライスがすぐに出てきて、早っつってね、このライス早しってね、信じるか信じないかは自由だ。この説好きだなね。 4. Mendokoro Rutatsu Jing
こちらも視聴者の北のガサヤンさんから鶏白湯とあんかけ焼きそばも美味しいですよと美味しいタレコミをいただき伺いました。おすすめが鶏白湯とあんかけ焼きそばっていう超迷っちゃうやつでね、本当は2人で行ければよかったんだけど、スケジュールの関係でどうしてもね。はい。ってことで私も超迷ったんだけど濃厚鶏白湯ラーメンを注文。まあそうなるかね。結構小樽のあんかけ焼きそば食べ尽くしちゃった感あるからね。そうなの。なんとこちらでは麺を A 熟成麺 B 新生麺の2種類から選べるスタイル。そんなの迷っちゃうってことで、いつものように店員のお姉さんにおすすめを聞いたところ、即答で A の熟成麺ですとおっしゃったので、そちらに便乗。それは便乗って言葉でいいのかな。いいの。なんと店内に流れる軽やかなサウンドはいい矢沢。出た、A ちゃん多いね、ラーメン系。これは期待が高まりますでしょう。あくまで私の個人的な経験則でございますが、 A ちゃんファンのお店は大概美味しいっつね。間違いございません。ってことで運ばれてきたラーメンは見るからに濃厚な白湯スープです。早速一口飲んでみたのですが、熱すぎて味がよくわかりませんでしたどんな食レポ？新しいねそれ気を取り直して夫婦冷ましながら飲んでみると、コクがしっかりあって非常に濃厚ながらも決してしつこくない口当たりの優しいスープでした。冷めてくるとついついレンゲが進んでしまう、いわゆる飲まささる味わい。西山製麺さんの中太縮れ麺にスープがこれでもかと絡み、思わずこのまま飲み続けていたい。時間よ止まれ思いましたさ。罪なやつだね。そこは歌えよメニューには他にもエビ味噌やちゃんぽんなど気になるものが豊富でしたよ。あと北のガサヤンさん、素敵なお店を教えていただきありがとうございました。 Today's Katsu Curry. Sermon Shoku-do. 小樽市役所の別館地下1階にある左門食堂さん。いわゆるお役所の中にある食堂なのですが、ここはなんと本職の和食料理人さんが作る本格的なお料理がいただけるようなんです。今回は人気のスペシャル定食と、おいちゃんはいつものカツカレー。正直視聴者さんのおすすめといえどあんまり期待はしてなかったんですよね。そうなの。いやいやお役所食堂でしょってね。ところがどすこい、はっきよこれは素晴らしいカツカレーでしたよ。ルーはやや濃いめもしっかりとスパイスの辛さが効いてて、お役所食堂とは思えぬ仕上がりだ。スプーンでスパーッと切れるカツを割ってみると、この豚さんは一度も凍ったことがないんじゃありませんかってね。ねえ、美味しかった。確かに冷凍感ゼロのジューシーな感じでしょ。お役所食堂のチーピングーなカレーとは思えないほどしっかりと厚みのあるお肉が使われています。カツ厚150万ぐらいあったかな。スペシャル定食はもうスペシャルすぎ、一品一品がいちいち美味しくてびっくりしちゃった。これが750円ってね。この価格でこのクオリティはまさにありがとう食堂。美味しいタレコミくださったあとほにゃららさん、ありがとうございます。美味しかった。ごっちゃんした。 6. Ryuho. 小樽のあんかけ焼きそばの聖地としても名高い龍宝さん。こちらはいつも温かいコメントをくださる竹 P8P さんからのおすすめね。いつもご視聴ありがとうございます。特にグリーンさんにおすすめということだったのですが、番組制作上の都合でごめんなさい。私が今回おすすめのエビ塩あんかけ焼きそば行かせていただきました。なんかすごいのよね、テレビ関係の露出がこちらのお店。そうなんです。昼なんです。やら県民賞でしょ。町中華でやろうぜでも紹介されてんだよね。中華、そこはダジャレないんかーい。でそれだけの話題のお店ってことかな。なんかヘビメタバンドの名前がついたメニューとかがあったりしちゃったりして。あら、リアバップの管轄ね。ってことでね。いやいや、ブラックサバスとかオジョーズボーンって全然タイプじゃないんですけど。私にはちんぷんかんぷんだから。でしょうね。はい。ってことでね、ヘビメタメニューは置いといて、一番人気というエビ塩あんかけ焼きそばを、なんと驚いたことにこれがハーフ。なんですと？普通サイズは麺が2玉使われているそうなんです。食の細ったジジイには2玉はやりすぎなんでね。カツカレーが主食のジジイがよく言うわ。カ
カツカレーは別腹。全体的に味付けは濃いめ甘めであんがたっぷりとかかっております。細かく刻まれた白菜などの野菜がふんだんに入っているため、こってりしたあんでも最後まで美味しくいただけました。さらに大きなエビが5尾もゴロゴロと入っているので、あんかけ焼きそばとしてはかなり高級な部類ですが、エビが5尾、それは致し方なしね。 7. Yoshoku Yamanjale Takinami. 1995年創業、小樽を代表する老舗洋食屋さん。こちらは視聴者さんの監督さんからおすすめいただいたお店だね。そうなの。以前ご紹介したおしゃれレストラン磯さんのご近所、ディープな裏路地のなんかいい感じのところねえ、全然知りませんでしたね。焦げなところにもお店があったなんて。店内にはお一人様から人生の先輩であるご夫婦まで幅広いお客様がゆっくりとディナーを楽しまれてました。ってことでおすすめいただいたオムライスを私は孤独にいただきます。いいな、孤独のオムライス。はい、噂のオムライス運ばれてくると、わー綺麗って声出ちゃった。見てこのくるんくるんに巻かれたドレスみたいなオムライス。これ系ね。トロトロ卵がいい塩梅だ。なのよ。美味しく巻かれた卵のドレスをまとったチキンがダンスをしているかのようなオム、最高だね。卵がドレスでチキンがダンスこのサラシャバデミがくどすぎず美味しいわ。いやいいね、サラシャバシャバタバ系。濃厚でありながらも後味がすっきりと上品に仕上げられた特製のデミグラスソース、あと丁寧に炒められたチキンライスとの味のバランスが秀逸で、もう週1食べたくなるような至福のオムライスでした。いいなあ、至福のオムライス。かの世界のホームラン王王貞治さんのお父さんは王至福さんって言うんだよ。いらない情報ありがとう。物知りだね。はい。 8. Tachi Gui Zuzi Koisa Show 10. やっぱ小樽は寿司でしょってことで、今回も何軒か回ってみたもん。やっぱりなかなかね。そうなのよ。ってことで小樽じゃいつも寿司はここなのですが、もちろんリッチな方々はこちらの本店伊勢寿司さん本店が間違いないと思いますが、はい、貧乏飯したビーズは分店が関の山、小樽駅の構内にある立ち食い寿司の伊勢寿司さんは気軽にちょっとつまめるハイクオリティな寿司屋さんです。今回2号店を出店されたということでね、急遽寄ってみたも2人とも超満腹で腹に寿司が入る余裕なしってことで外観だけ撮影。お寿司の方は前回の駅中店の映像で失礼します。2号店があるのを知らなくってね、スケジュールに入れてなかったんだよね。そうなのさ。ただ駅中店の行列具合を確かめに行ってみたら、2号店できましたってポップ見つけてね、あんでそりゃ紹介せにゃってことで急行。電車には乗ってないけどね、ここの駅から徒歩数分。はい、有名なナルト本店さんの並びだね。はい、ナルトさんも相変わらず並んでたね。並んでましたね。こちら伊勢寿司さんのお寿司は回転寿司とはレベルの違う素晴らしい内容かと思いますよ。他にも小樽で寿司その他安うまい店情報ございましたらぜひ教えてくださいな。よろしくお願いします。Jikai no mesha tabiwa. Gachi day mata tabathai. Sapporo tonan agia gurumeh des. O tano shimi ni. See you soon. 飯旅ではいろんな地域の動画を公開しています。飯旅地名で YouTube 検索して気になる地域の動画を動画ご覧ください。よろしくしなくちゃ。タレコミ小樽のタレコミね、タレコミね。シェフが慌てて作ったハッシュドバー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 はーきよはっきよーいなんですよお役所職と急にバブバブ系なんかヘビメタのバンドとおたらのブラジルでラテラムスつむじじみをビスの水着さんすげえ髪型すんだよねなんて言ったのかな。